こっち側海でして、あの辺りがスペイン領のメリジャという飛び地です。皆さんこんにちは、朝日です。イギリスから南アフリカまで2万 km の自転車旅。アフリカにあるスペイン領セウタからモロッコに入り、海沿いにサイクリングして、現在地はスペイン領メリリャの手前にいます。今回の行き先はアフリカ大陸にあるヨーロッパということで、違法に越境する移民について自分が得た情報や見た光景を皆さんとシェアしていきたいと思います。メリジャ手前のモロッコ側のね、山があるんですよ。そこにアフリカの移民希望者がたくさん集まってるキャンプがあるらしくて、今もあるか分かんないですけどね、ちょっと見てみたいなっていう感じでここまでやってきたんですよ。まずはどこにそれがあるのかを聞き込みしないといけないのもあります。では今日も楽しんでいきましょう。シャクラン軍事境界線国境です。モロッコはメリリャをスペインの占領地と主張していて、スペイン領だとは認めていません。しかしスペインはこれを否定。メリリャは1497年からずっとスペイン領であり、植民地ではなく自治都市であると主張しています。ここを越えれるかなと思ってとりあえず来てみたら、ここはクローズ、常にクローズって言われましたね。個人的には500年以上もスペイン領ならもうそこはスペインだと思うんですけど、モロッコとスペインで主張が食い違っていることで Google マップでは未確定の国境として点線で表示されています。常に空いている国境は1個だけっていう感じで言われましたね。このベニアンサールっていうところから行く国境。相変わらず暑いですな。モロッコ側から訪れるとまず驚くのは国境です。最も高いフェンスで10メートル、有刺鉄線は完璧につけられていて、フェンスの奥はメリリャなんですけど、そこが幅50メートル以上ある緩衝地帯で、そこには警備隊が駐屯する小屋とフェンス、そしてもう一つその奥にフェンスがありまして、合計30のフェンスを持つかなり幅の広い国境となっています。そしてこの映像からも分かる通り、モロッコ側には人が多く配置されていて厳重に警備しているように見えるんですけど、スペイン側では実はそうでもないんです。監視カメラは多いだけで警備隊はほとんどいません。これはモロッコはスペイン領だと認めてないんですけど、モロッコがスペイン領を保護してあげているんだぞと、そんなパフォーマンスじみた印象も受けました。Amnesty International says some European countries are rejecting asylum applications from Eritrean refugees. That is despite evidence that they face imprisonment and torture. アフリカの人々が危険を承知でヨーロッパを目指すのはなぜでしょうか。経済的困難、政治的不安、紛争、将来への希望が主な理由で、例えば理髪師なら20倍くらい稼ぎが違うんです。またソーシャルメディアなどを通じて先進国のきらびやかな生活を見ることで、ヨーロッパに行けば人生を変えられるという幻想を生んでいることも理由の一つです。初めて難民キャンプを見たのは2021年、クロアチア国境手前のボスニア・ヘルツェゴビナの町でした。難民キャンプは出身国別で集まっていて、パキスタン、アフガニスタン、シリア、イラクの人々がいました。その時に聞いたことは、たとえ違法な越境だとしても、一旦 EU に入ることができれば、EU の人権規則により手続きなしで即時追放は禁止されているということ。しかし実際のところ、国境警備隊に捕まればロバのように何度も殴られて追放されるのが現実だということです。そのため密航業者を使うか、移民保護施設に駆け込むか、または意図的に国境警備が緩まるタイミングを待つなど、ただ国境を越えればいいというわけでもないそうです。このタイミングについて2021年こんな事件が起きています。西サハラの領有でモロッコと敵対関係にあるポリサリオ戦線のリーダーブラヒム・ガリは
新型コロナウイルスの治療のためにアルジェリアの支援を受けスペインへ渡航しました。モロッコはこれをポリサリオ戦線支持の明確な証拠とみなし、スペインを強く非難。スペイン領セウタとメリリャの国境警備を意図的に緩める措置を取りました。モロッコが国境警備を放棄し、移民の流入を黙認した結果、2カ所で合わせて約8000人の移民がスペインに流入。スペインに対する政治的圧力となりました。メリリャ国境から少し離れて、目の前の山グルグっていうところに向かってます。日陰で休憩してたら、今日も地元の人から水とかお菓子とか食べ物差し入れしてもらってありがとうございます。そこでいくつか聞いてたんですけど、この町に黒人の人たちが買い物しに降りてくるってことはないみたいですね。やっぱり警察にバレると良くないのかな。でも目の前のマウントグルグ、そこに行くとそこら中に黒人の移民希望者がキャンプしてるよとは言ってました。マウントグルグに近づきながら、どこに難民キャンプがあるのか地元の人に聞いていきます。انتقلوا إلى المكان آخر. Noグルグ. No gurgu. No سفارة تبويسي. سيغان. شتناعي. أزغنغان. Okay. Okay. شكرا.はい、なるほどです。グルグには今は黒人の難民キャンプはないそうですね。違う場所に移転したって。次に検問所で警察に難民キャンプのことを聞いてみると、なぜかすぐにパスポートを取り上げられ、無線で上司を呼ばれ、上司到着まで30分くらい待たされ、その間に数人から同じような質問をされました。なぜ難民キャンプに行きたいのか、職業は何か、ジャーナリストなのか、カメラは持っているのかなどなど。警察は難民キャンプを撮影してほしくないことは明らかだったんですけど、なんとなく難民キャンプの存在を隠しているようにも感じました。とにかくこれ以上山を登ることはできないので、モロッコ側の国境の町ベニアンサールにてカフェで休憩です。グルグ山の難民キャンプはもう警察によって一掃されたってないらしいです。What's your name? My name is Hamid. Mohammed. More photo to him. 彼はオランダに住むモロッコ人だからヨーロッパの住民カードを持ってます。つまりメリリャに行き放題。でもモハンメッドはこの町に住んでるモロッコ人、ヨーロッパの住民カードは持ってない。だからメリリャに入ることはできない。ここに住んでる住民と言ってもそこはやっぱ難しいみたいですね。結局難民キャンプの現在地について正確な情報を得ることはできませんでした。そこで次はメリリャにある移民保護施設で実際に違法に入国した移民に会い話を聞きたいと思います。旗全然なびいてないけど、スペイン領メリリャに入りました。はい、ここはスペイン領メリリャのスーパーマーケットです。実はさっきここにある難民移民保護施設っていうのに行きまして、もちろん中には入れないんですけど、400人ぐらい収容できる結構大きな施設なんですよ。学校みたいな感じで。で、そこに出入りしている人をインタビューしようかなと思ってね、話しかけたんですけど、一人はコロンビア人、英語を全然喋れないスペイン語っていうことで、僕が断念して、で、もう一人がモロッコ人でした。で、その方は入所しているんじゃなくて、入所待ちっていう状況で、国境を越えて入ってきたのが2日前。どうやって入ってきたかというと、海を泳いで来たと。
深夜2時に入った言うてましたね。で、とにかくその入所するためには書類的な手続きがいくつか必要らしくて、その書類待ちっていうのでまだその施設に入れず野宿を繰り返している日々だそうなんですよ。とりあえず水くれって言われたぐらいハングリーな感じなんで、何か食べ物を買って渡しに行こうと思います。その時の映像がなくてすみません。自分がアラビア語できないので Google 翻訳を使いながら会話していました。 Facebook again? 泳ぐためにスマホを持たずに来た彼から Facebook で家族に連絡したいとの要望で自分のスマホを渡しています。 You go Central City? No, the Policía Nacional. Ah, okay. Papier? Yes. Okay. Gaspacho. Thank you. 彼との会話の中で最も印象的だったことは、違法だと分かっていてもヨーロッパに入ったその理由です。 Adios. 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 Thank you. Yeah. Be safe. Good drive. Here. 難民移民保護施設です。買い出しした食料、飲み物渡すことができました。見えますかね。こんな感じで見えてますか。こっち側に入所待ちの人たちの住みかみたいな場所が出来上がってますね。移民保護施設の前でもう一つのグループと出会いました。彼らもまたモロッコ人で2週間前に泳いで越境。入所手続きは済んだんですけど、ベッドがないから野宿していて、食事は施設でもらえるという状況だそうです。買ってきた食料を渡そうとしたら、自転車旅しているあなたの方が必要でしょうと断られました。モロッコに無事に帰ってきました。ドローン持ってるから毎回緊張してるんですけど大丈夫です。モロッコもだいぶ東にやってきました。ここがアルジェリア国境です。今日のストップはここなんですけど、ここに離島がありまして、チャファリナス諸島いうて、実はスペイン領です。軍隊が数十人いるだけで定住者はいない無人島らしいですね。今度は町に行きます。アフリカ大陸にあるヨーロッパ、実はスペイン領は5カ所以上あって、民間人が住んでいるところはセウタとメリリャ、それ以外は軍の駐屯地または無人島となっています。ということで今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。ヨーロッパを目指す不法移民について自分が感じたことは、希望を持って行動することは何もチャレンジしない人生よりもずっと素晴らしいと思いました。皆さんの感じたこともよかったらコメントで教えてください。チャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。